こんにちは。七尾です。今日は急いで色違いを出す方法の紹介です。まずはソフトを選びユーザーを選ぶところを、プラスボタンを押します。新しく作るを押して画面に沿って進みます。新しいユーザーが増えました。任天堂アカウントはインターネットには接続しないので、連携はしなくて大丈夫です。それでは新しく作ったアカウントで、ゲームを始めて名前や見た目を選びます。最初のムービーを見て、自分で動けるようになるまで早送りで進みます。自分で動けるようになったらまず設定を変えます。話の速さを、速い。戦闘アニメは、見ない。お任せレポートは、しない。ムービースキップは、する。に、最低限変えておきましょう。設定が終わったら隣の部屋のリュックを取って、外に出てホップの家に行きます。ホップの家のイベントが終わったら、外に出て一番道路を抜けて、ブラッシータウンへ行きます。イベントが終わったらホップの家に戻っているので、一匹ポケモンを選びます。メッソンにします。イベントを挟んでホップと対戦します。最初のウールーは、はたく、を連打します。次のヒバニーには、水鉄砲、を連打します。戦いが終わったら一応メッソンの技の順番を変えておくと脳死で進むことができます。一番上の、はたく、と一番下の、水鉄砲、を入れ替えておきましょう。その後ホップの家の敷地から出るとイベントがあります。まどろみの森に向かいます。ここでは野生のポケモンとエンカウントするので、エンカウント後すべて逃げてください。最後に伝説のポケモンに出会ったら、技は何でもいいので連打しましょう。まどろみの森が終わったら自宅で、お母さんとお話しします。その後一番道路でウールーを捕まえます。ここでポケモンを捕まえると後で、ポケモンの捕獲方法の説明が短くなります。技は出さずにモンスターボールを投げましょう。研究所に来たらイベントが始まるので、質問には、はい、と答えましょう。家を出てイベントが終わったら、ポケモンセンターへ行きます。2番道路には避けられないトレーナーが、男の子2人いるので、水鉄砲、で倒します。ここでレベルが上がるので研究所の前で拾った。不思議な雨、をあげるとレベルが上がって楽です。女の子は後ろの草むらを通ると回避可能です。2人目の男の子と戦い終わったら、博士の家でホップと戦います。ここまでメッソンの技は、水鉄砲、で大丈夫です。帰りは回避した女の子と当たらないよう、注意しながら駅へ向かいます。イベント後ワイルドエリアに行くので、ソニアにポケモンボックスをもらいましょう。そうしたら駅に戻って、ブラッシータウンへ帰ります。ブラッシータウンの駅でモンスターボールを買います。100個くらいあると心に余裕が持てます。その後駅員さんに話しかけ、ヤドンと戦う前にレポートを書きましょう。ヤドンを赤ゲージまで削って、ボールを投げまくります。このイベントが終わったらポケモンボックスに、メッソン以外を預けます。駅員さんに話しかけると、冠雪原に行けるようになります。外に出るとピオニーと戦うので、鳴き声、等を使い負けます。負けてもイベントはクリアできるので、急いでマックスダイス穴へ向かいます。ルールを聞いたりイベントが起きてしまうので、1周目は味方を攻撃して早く終わらせます。
味方が全滅するとイベントが始まります。ここまで来たら準備は完了です。一旦現在の時間を確認しましょう。ここまで43分かかっています。ここからは伝説のポケモンに出会うまでの3匹を全て捕まえます。分かれ道では色違いが欲しいポケモンを選択するようにしましょう。最後の伝説のポケモンまで来たら、1周目のように味方を攻撃して全滅します。この画面で捕まえたポケモンを確認し色違いがいなければ、スイッチ本体のホームボタンを押して、ゲームを強制終了します。そうすると巣穴に入る前のところに戻るので、もう1周繰り返し、計2周します。3周目は味方のポケモンを攻撃し全滅して、巣穴の前に戻るようにします。3周続けてリセットしてしまうと、ペナルティが取られるので注意です。ようやく色違いが出ました。ここまででゲーム時間は23時間程度かかっています。ただ図鑑を完成させてから国際負荷などするよりは、準備が少なく済むのでいいかなと思います。ゲームを始めて速攻色違いが欲しい人や、色違いポケモンで殿堂入りしたい人にはおすすめです。ちなみに、録画外でやった時はゲーム時間5時間くらいで、出たので、今回は少し運がなかったです。